着物の本体長着について知っていこう。長着？そう、本日のテーマはこれ。着物なのだ。そうそう、この帯とかを全部取っ払った着物の本体とでも言うのかな。これを長着って言うんだ。なるほど、格好の全体を指す着物に対して本体のパーツとしての名前ってことだね。そんな感じ。今回から少しずつ着物の各パーツについての説明をしていこうと思ってね。最初はまず本体部分である長着について説明しようかなって。オッケーオッケー、じゃあ聞いてやるのだ。はい、ということでこれが着物の本体長着。袖が真横についていて、肩から裾までもまっすぐ一直線、ローマ字の T みたいな形をしているのが特徴だ。確かに洋服だとシャツの袖やズボンの裾は斜めについてるよね。そうだね。そして着物といえばこの大きな袖。まさに着物っていう形なのだ。でもなんで着物の袖ってこんな形なのだ？諸説あるみたいなんだけど、どうも江戸時代にできたファッション性重視のスタイルらしいんだよね。ファッション、ちょっと意外な理由なのだ。もちろん他にも理由はあるんだろうけど、詳しく話すと長くなりそうだから今はここまでで。そういえば女性の着物とはどう違うのだ？いい質問だ。ということでこちらが女性の着物。一番目立つ違いはこの袖の根元の部分だね。あ、袖が胴体から離れてるのだ。そう、そして袖の根元と脇の下のところにそれぞれ穴が開いている。これを宮津口って呼ぶんだけど、これは女性の着物の特徴だね。どうして女性の着物はここが開いているのだ？男の着物は帯を腰骨のあたりで結ぶけど、女性の場合は胸元で結ぶでしょう。帯が袖の近くを通るから腕を動かしやすくするための構造だって言われているね。なるほど。それから女性の着物の方が丈が若干長いんだよね。ほんとだ。でも女性の方が身長は低い人が多いよね。なんで丈は長いのだ？女性の着物は着付けの時に折り返して丈を調節するんだ。これをおはしょりっていう。おはしょりをきれいに作るのって結構技術がいるらしくてね。これも着物の着付けが大変って言われる理由の一つかも。男着物にはそういうのなくてよかったのだ。さて今日は長着についていくつか用語を覚えて帰ってほしいんだ。へえ、大変そうなのだ。数は最低限に絞ってあるからそこをなんとか。しょうがないな。まずはサイズに関する用語を2つ。着物の肩から裾までの長さを身丈と言います。男着物なら身長-25から30センチくらいが目安。そして背中の中央から袖の端までの長さが雪丈。男性だと70から75センチくらいが目安かな。洋服みたいに S、M、L とかはないのだ。メーカーさんによってはあるみたいだけどね。基本的には身長と腕の長さでサイズが決まると思ってくれればいい。逆に言うと太ったり痩せたり体型が変わっても着物のサイズは変えなくてよいっていうのがお得だね。おっさんみたいな食い倒れデブにはぴったりだね。おう。それから着物の種類について一重と合わせという2つを覚えておいてほしい。いきなり知らない漢字の読み方が出てきたのだ。簡単に言うと合わせは裏地がついている着物を秋から春にかけて3シーズン向けっていう感じかな。対して一重は裏地のない着物を春の終わりから夏にかけての着物だ。夏の着物っていうと浴衣とは違うのだ。はっきりとは言えないんだけど、お店の人に聞いた感じだと現代においてはほぼニアリーイコールらしい。なんかはっきりしない答えなのだ。詳しくは歴史的な経緯とかがあるみたいだけどね。今のところは裏地がなくて柄の派手なやつが浴衣くらいに思ってくれても良いのかも。あと着方が違うっていうのもあるけど、そのあたりはまた後日。一旦了解したのだ。ということで今日は着物の本体である長着についてでした。一番面積の大きいところを覚えたし、ほぼマスターと言っても過言じゃないね。さすがにそこまでは言い過ぎかもしれないけど、少なくともこの辺りを押さえればお店に行って相談しやすくなるんじゃないかな。今すぐ着物着たくなったぜっていう人は突撃しても良いかもね。ぜひ着物沼の底から手を伸ばしてお待ちしていますよ。窓ハンドがいるのだ。沼温まってますよ。このチャンネルではゼロから始める男着物のハードルを極限まで下げるをテーマに着物についてのいろいろな情報をお伝えしていきます。役に立ったな、他の話も聞きたいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。しなくてもいいけど代わりにもう一本動画見ていってほしいのだ。それでは
ご視聴ありがとうございました。良い着物ライフを。